おはようございます。メグリカミ太一です。今日はマグレドキャナーとオホンジュ三金オレンジを使ってキャナーラオホンジュを作っていきます。均等な厚さに油が鳴ったら、ここでカドリエという作業をしていきます。カドリエ、格子状に脂身に切り身を入れていきます。この時肉に切り込みを入れないように気をつけながら油だけを切っていきます。この切り込みを入れる作業をすることによって油がより出てカリカリで美味しく焼き上がります。それではオレンジの下処理をしていきます。今回用意したオレンジはブラッドオレンジオホンジュ三銀という品種を使っています。プレアビーフという作業ですね。このような感じで上と下を切って包丁できれいにオレンジの形に沿いながら皮を剥いていく作業のことを言います。プレアビーフ。皮をきれいに剥き終わったら房を取っていきます。包丁をまずイカタ一本に入れて包丁を起こして、これを繰り返して全部房を取っていきます。房を取り終わったらそれもよく絞って果肉と一緒に置いといてやります。オレンジの皮はエコノム皮むき器を使って白いところが残らないようにエプルしてします。皮をむいていきます。その後重ねてジュリエンヌにしていきます。ジュリエンヌ千切りができたら一度沸かします。ブランシールですね。塩を一つまみ入れたお湯に先ほど切ったゼスト皮を入れて一沸かしさせたら引き上げます。こうすることによってオレンジの美味しい香りだけ残して苦みを取り除きます。それではマグレの方下味をつけていきます。アセゾネですね。塩コショウでアセゾネしていきます。もちろんこのマグレドキャナ火を入れる1時間前には冷蔵庫から出しておいてください。常温に戻すことによってショックテラミック温度差によるショックをより少なくするという意味合いがあります。ゆっくり温度を上げる火を入れることによって肉がしっとり柔らかく仕上がります。両面しっかりアセゾネ下味をつけたら焼いていきます。火をつけてからすぐに温まる前にもう鴨を置いていきます。皮目を下にしてゆっくり低温からじんわり油を出していきます。今回極力カットせずに最後まで火の入れ方をお見せしようと思います。なので
ですね。今スプーンで触った部分の方がももの横になる部分、一番分厚い部分なので、そこを重点的にアロゼ、油を上からかけて火を入れていってやります。内側を上にして火の入り具合を指で触って確認します。全体的に触ってまだ火が入り足りないところですね、分厚い部分に関しては今からアロゼして最後の火の入れ方を調節していきます。はい、最後に火の入りの甘かったところですね、肉の分厚い部分に油をかける作業、アロゼをしてじんわり火を入れていきます。全体的に美味しく色がついて焼き上がったので、今からロポゼ休ませます。この時ですけども、バットの上に網を引いた感じですねの上に置いて、上からアルミホイルをかぶせて15分ほどゆっくりロポゼ休ませます。肉を休ませている間にガストリックソースを作っていきます。ガストリック、直訳すると胃液という意味なので、苦くて酸っぱいソースを目指して作っていきます。今回はカソナードを使いましたけども、代わりにグラニュー糖もしくは蜂蜜でも構いません。ただ蜂蜜だと味が濃すぎますし、グラニュー糖だと味が淡白すぎるので、今回はカソナードを使いました。水などを加えずに一気にキャラメルにしていきます。この時煙が出るぐらいまで強めのキャラメルを作ります。そこに赤ワインビネガーを入れて半量まで煮詰めていきます。半量まで煮詰まったら、先ほど絞ったオレンジジュースを入れてまた半量まで煮詰めます。レディ煮詰めてる間にアクが出てきたらエキュメですね、アクを取り除いてください。また半量まで煮詰まったらジュードキャナーを入れます。ジュードキャナーの取り方ですけども、フォンブランドボラー油を参考にして、ボラー油の骨の代わりにキャナーの骨を入れてもらったらできるので、フォンブランドボラー油の動画を参考にしてください。味を見てもらって程よくいい感じに煮詰まってきたら、ここで濃度をつけます。リエですね。水で溶いたコーンスターチを使います。今回は鴨、脂がいっぱいあるジューシーな鴨に使うソースなので、バターモンテなどせず、ルーとかで濃度をつけずにですね、ソースをさっぱり仕上げたいのでコーンスターチで濃度をつけました。ソースの濃度は水より少し濃度がついていて、ポタージュより少し薄めで仕上げてください。15分ロポーズが終わりました。このようにバットの下に肉汁が出てますので、これが肉に直接当たらないために網の上に置いてます。それでは切っていきます。こちら分厚い方で、こちらが薄い方ですね。
いつもこのような感じ、若干斜めになるような感じに切っていきます。十分休まってるので綺麗なロゼに仕上がってます。端は味見します。マグレの切り方ですけども、このように切っていくのが理想です。なぜかというと筋肉を断ち切る形で切るので非常に柔らかく食べれます。今回のキュイソンは完璧です。それではドレッセ盛り付けていきます。先ほど切った鴨を右から階段を上るような感じ、段々になるように置いていきます。なぜかというと、基本的に右利きの人は左手にフォークを持ってますので、そのフォークで肉を刺して食べれるようにこの向きで持っていきます。で、先ほど切ったオレンジとソースガストリックをかけます。この時ですけども、ソースをかける時のポイントは肉にキュイソンがある時ですね。火加減がある時は肉のキュイソンが分かりやすいようにソースは基本的にはナッペしません。これで完成です。お疲れ様でした。ボナペティ。